はい、皆さんこんにちは。松田ひかるです。今回はライズボールについてやっていこうと思います。でライズボールってこのチャンネルを開設して技術動画の一発目で実はやったんですけど、その時やり始めだったんで、音声とかがすごく良くなくて、でコメントで音声綺麗なの作ってほしいですっていうのをもう本当にね何件もいただいてて、リメイクバージョンとしてライズボール編やっていこうと思います。似たような感じになってしまうんですが、やっぱり握りっていうのとこういう投球メカニズム、手だったり足の動き、そういうのをメインにやっていこうと思います。全く同じようにやっても面白くないと思うんで、今度はそのライズボールをどうやったら大きく変化するのかっていうのもちょっと触れながらやっていきたいなと思っています。はい、それではじゃあまず握りからやっていこうと思います。握りに関しては説明一緒ですね。ツーシームって言われるボールを投げたらこうツーシーム回転するこのライン上に指を置いてください。で、ここだったら自分が一番人差し指、中指、親指の感覚がいいなっていう部分で投げてもらったら OK です。ちなみに自分は高校の時はこの細くなるところですね、ここに人差し指、中指を置いて親指を入れて投げてました。で大学生の頃に大学の先輩にこっちよりもこう広がってる方で握った方が力が入りやすいよっていう話をしてもらって、で試してみたらこっちちょっと最初指しんどいなと思ったんですけど、やっぱりしっかり握れる感覚があって、こっちで投げてみようっていうことでやったら、ライズボールも良くなったんで、握り一つ、握る場所一つで変化っていうのも変わると思うので、いろんな握りで投げてもらえるといいかなと思います。でライズボールなんですけど、人差し指を第一関節で山に向かってしっかり潰します。そして中指は山の内側ですね、ここに置きます。でこれは、投げる時にすごくリリースする時にすごい大事な位置関係になってくるので、また、投球メカニズムの方でちょっと話をしたいなと思います。でこれが、例えば人差し指が山の内側に入って中指が山の外側、こう握ってしまうと、リリースする時にどうしてもスピンがかかりにくかったりするので、この人差し指も中指も、ボールのこっち側に、山のこっち側に入るっていうのを意識して握ってもらうといいかなと思います。で、最初ライズボール投げるまで慣れるまでは、人差し指が痛いとか結構あるんですよ。でこれなんでかっていうと、人差し指をやっぱり第一関節に山当てて、縦ではなくてこう横に潰すような形を取ると、ライズボールかかりやすくなるので、この動きですね、この動きというかこの形で握るとやっぱり指が痛いですよって結構あるあるなので、最初は多少我慢しながらになるんですが、慣れるまでやってみたら、そのうち指も痛くなくなると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。外国人選手なんかは、指の力とかもすごく強いので、こう横に折る形ではなくてこう縦にこう潰して握りますね。で確かにこっちの方がピッてこう投げた時にスピンがかかるので、変化は大きくなると思います。でもこの一球一球の指の負担っていうのがすごく、きつくなってくると思うので、一長一短ですね。しっかり指を立ててもう何にも違和感なく、別にそんなきつくないよっていう方はもうこれで試してもらってもいいですし、やっぱりこれだったら人差し指がしんどいなっていう人は、ちょっと横にする形を取るといいんじゃないかなと思います。はい。で手が小さい方ですね、男の方でも手が小さいよ、でもピッチャーやってるよっていう人もいると思いますし、もちろん女子の子は、手が小さい子が多いと思うので、そういう時は、3本で持ってやってもいいです。
で3本で持つ時は、人差し指中指この形を変えずに薬指の位置を、普段2本で持つ人はこう持つんですが、ここに支えで薬指を置いてやると、投げやすいかなと思います。でこれ人によっては人差し指をここら辺に潰して中指かけて薬指、こういう握りをする方もいます実際。なので、3本同じ3本なんですけど、自分の合う握りやすいなっていう形を見つけてもらえるといいかなと思います。で個人的にはやっぱりこの人差し指中指薬指で言ったら、人差し指中指の方が力、こっちの2本よりもこっちの2本の方が強いかなと思うので、人差し指中指は2本で持つ形、そしてそこに補助で薬指を入れるっていう形の方がいいんじゃないかなとは思います。でもこれも個人差あるので、両方試してもらって自分の合う位置、合う握りっていうのを見つけてもらったらいいと思います。自分はこうやって握っています。人差し指も第一関節しっかり山にかかって、中指も、親指もしっかり山にかかっています。でやっぱこれが2本指が苦しいよっていう方は、薬指のこの位置ですね、これをここにするだけです。で小指も支え使ってやると、手が多少小さくても持ちやすいかなと思います。もうちょっと違う握りで言うと、こうやって握る方もいますね。自分はちなみにこの握りだとちょっと薬指が支えになるんですごいきついですね。普段持たない握りなので。はい、本当にこの握り一つでだいぶ変わるので、個人差あるので、自分の感覚的にここがいいなっていうのを見つけて、投げてみてください。はい、じゃあ次は投球メカニズムについて説明していこうと思います。これも握りは、自分の握りで持ってもらって、こっから振り上げトップまでは基本的にはもうどの球種も一緒です。これはもう変わりません。でここからですね、ライズボールの場合は内側、体側にボールをちょっとひねっていきます。でこれひねってやると、このまま振り下ろしたら、ボールの下に指が入るっていう形が取れるので、この形が取れるとやっとこうバックスピンかけられます。でさっき握りの時に、山のこっち側握ってくださいって言ったんですけど、こうリリースする時に山の、ちょうど後ろ側に指が入る形になります。なのでリリースする時に、後ろ側に入っているので、山を押してスピンをかけることができるので、握りの際はこっち側に指が入るように、握ってくださいって言いました。で、ライズボールの感覚ですね。最初投げ始めの時にこうよく手を内巻きに上げて、このまま持ってきたらライズの形取りやすいよってよく言われます。でこれは感覚をつかむ練習としてはすごくいい練習だと思います。自分は自分も投げ始めの時は振り上げから手を内側にしてこのままでライズボール投げる練習をしていました。でこれで投げれるようになったら、ここの形はなるべく全球種一緒で、こっからのひねりでライズボールを投げれるようにすると、バッターにもバレにくいので、すごくいいんじゃないかなと思います。でもやっぱり感覚を、ライズボールを投げてるんだっていう感覚をつかむ練習としては、最初から内巻きにして、あんまりこう手の操作が少なくこのリリースまでいい形持っていけると思うので、内巻きで最初は練習するっていうのも一つ、いい練習かなと思います。で下半身の使い方なんですけど、ライズボールの時に特に意識してほしいのが左足、右ピッチャーでいうと左足ですね。着地した前足、これが、骨盤とか
ここら辺が開いてきちゃうと、例えばこの形までいい形で持ってきてるのに、これが開くことによって手がキャッチャーに向かって正面向いてしまいます。でこの状態でもう内側にしか手っていうのは基本的には力かけれないので、こうなっちゃうともうほんとジャイロ回転になってしまいます。バックスピンをあくまでもかけに行って、多少こう下半身のねじれがあってジャイロ要素が入るっていうのが一番いいライズなんですね。それがこっち側に回ってしまって、こうかけてしまうと全部ジャイロで飛んでいってしまうんで、やっぱりライズが浮きにくくなってしまいます。ライズ投げるときはこっちの開きを我慢するっていう意識を持って投げてやると、よりいい回転に、ライズボールでいういい回転になると思うので、左足ここを我慢するっていうのをちょっと意識して投げてもらうといいかなと思います。ここまでは全部一緒で、こっから内に巻いてやって、ボールの下に指が入った状態で人差し指を弾いてやる感覚で投げます。こういって最後曲がっている人差し指が伸びる、この形が取れるとしっかり指が使えたよっていう証拠になります。なので投げ終わりのこの指の形っていうのをちょっと意識してやるといいと思います。ライズボールを変化を大きくさせたいんだっていうのをやっぱ聞きたいと思います。でそれどうやってやるかっていうと、ライズボールにこれ限らずなんですけど、トップと言われる位置からリリース、この位置までの肘の曲がり具合、これめちゃめちゃ大事にしてほしいんですね。トップの時に肘が伸びてしまってリリースと同じ肘の伸び具合になってしまうと、こっからスピンをかけるのがもう手首1個の下、手首より下でピッてこうかけるしかなくなっちゃうんですね。でそうなるとやっぱり回転数っていうのは少なくなってしまいます。でトップの時に肘が曲がって徐々に伸びてくるっていう形を取れると、肘から下、こっから下が大きく使えるようになるので、やっぱり回転数っていうのが上がってきます。そのライズボール、ドロップボール、スライダーとか全部そうなんですけど、変化あんまりしないなっていう方はトップの時とリリースの時の肘のこの曲げ具合ですね、これをちょっと意識してもらうと、回転数っていうのは上がると思います。その操作するのがリリース、この時の肘って本当にちょっと肘が曲がってますっていう状態でみんなリリースすると思います。でここを肘を伸ばしましょうとかっていうのはなかなか難しいんですね。で伸びてしまうとさっき言ったようにこの手首から肘にかけての動きっていうのが弱くなってしまうので、ここは変えずに、変えるとしたらトップ、この時に肘をしっかり曲げてあげるっていうことが大事です。これが肘が曲がってリリースにかけて徐々に伸びながら投げてやると、この末端も加速して、速い球も投げれますし回転数も上がるということでいいボールになってくると思うので、ちょっとそこも意識して投げてやるとピッチング大きく変わるんじゃないかなと思います。じゃあライズボール投げていきます。これバッター目線の映像なんで、対戦する方はぜひこれで研究してください。
はい、いかがだったでしょうか。今回リメイクということだったんですが、変化を大きくするコツだったり、今までとはちょっと違う角度での、球を見る映像があったりしたので、これはこれで楽しんでいただけるかなと思います。今後もそういうリクエストに応えていきたいと思っていますので、どんどんリクエストをしてください。それではバイバイ。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。Let's enjoy softball!